柄のある部分が硬いかなっていう印象です。でも、可愛いからよしとする。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのセリアさんの刺し子用ミニ花布巾生地のこちらの変わり結構の柄を刺していきます。で、これまでにも、同じセリアさんのミニ花布巾の生地だったりとか、あとホビーラホビーレさんの刺し子の生地だったりとか、いろいろと刺し子をしています。概要欄に再生リストが貼ってありますので、気になる方はそちらもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録といいね評価もいつもありがとうございます。はい、それでは早速、こちらの変わり亀甲の刺し子をしていこうと思います。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ、もう布巾の状態になっているんですが、この布巾までに仕立てる動画も、動画にしております。概要欄にそちらの動画も貼っておきますので、詳しい作り方が見たい方はそちらをご覧になってください。はい、で、今回は、この変わり亀甲のこの柄がここにお星様があるような柄なので、ちょっと夜空をイメージして糸を選んでみました。まず一つ目はこちらのホビーラホビーレさんのぼかしネイビーっていう名前の刺し子糸と、あと刺し子糸じゃないんですけど、こちらの DMC さんの E の3852番のこのキラキラなゴールドの刺繍糸を使ってちょっと刺していこうかなと思います。ではまずは、いつもの通りここの四方を囲んでいる点線をこっちのぼかしネイビーで刺していこうと思います。はい、じゃあここの点線の部分を刺していきます。まず3目分かぶせたいので、大体ここら辺かな。3目目よりも少し先のところから針を入れて、すぐに表には出さずに少し布と布の間を潜ってから、このかぶせたい3目目のところで針を出して、でこの部分少し端っこを残したら、進行方向こう進んでいきたいので、一回それとは反対方向に3目刺していきます。はい、じゃあこの角っこのところに出てきたら、角よりほんの少し手前のところで一旦針を落としてあげて、でその後角っこの端っこからまた針を出して、今刺した3目にかぶせるように針を進めていきます。そしたらこっち側進みたい進行方向に針を進めていきます。はい、じゃあこうやって端っこまで刺せたら、一回ここで針を落として、たらすぐ横に刺してあげます。同じところに糸を通しちゃうと抜けちゃうので、そこだけ注意してください。はい、じゃあぐるっと一周してきました。そしたら、一旦終わりにしてもよかったんですけど、まだまだ糸があるので、次のラインに進んでいこうと思います。で、次はこの縦ラインをずっと刺していこうと思うので、この一番最後の端っこのところ、ここに針を入れたら、裏から針は出さないで、そのままここの次刺したいライン上に針を出します。こんな感じ。裏には通ってなくて、布と布の間を通って出してきています。そしたら、
ここの縦ラインを刺していくんですけど、このお星様とぶつかるところは、この真ん中を通る場合はそのまま普通に裏に針を出して、でまたこっちのラインに戻っていきます。こんな感じ。ちょっとプリントが青で糸も青なので若干分かりづらいかと思うんですけど、ここの部分を刺してます。で裏はこんな感じになっています。じゃあこんな感じでどんどん縦のラインを刺していこうと思います。はい、じゃあこの最後のラインに来たら、この角からこっちに移った時と同じように、ここ針を落としたら裏に通さずに布と布の間を通って次のラインまで移動します。こんな感じ。裏には針は通ってないです。はい、そしたらまたこのラインを刺していきます。でこのラインは途中でお星様のこのギザギザしてるところに直線が当たるんですけど、ここはこのネイビーで刺したくないので、その手前の直線刺したら裏に通さずに布と布の間を通って、この1つ2つをパスして、さらにその次のところから針を出していきます。ここもぶつかるので布と布の間を通って、さらにその次までパス。こんな感じ。じゃあこの調子でこの縦のラインを全部刺していきます。はい、そしたらこんな感じで縦の線が全部刺せました。そしたら糸も残り少ないので一旦終わりにしてあげて、こう123目かぶせたら布と布の間を少し通って、少し離れたところの裏から針を出して、で少しだけ糸を残して切る。はい、じゃあそしたら斜めのまたこのネイビーの同じ色のところを刺していこうと思うんですけど、多分端っこからやるよりもこう真ん中あたりから刺して、で半分終わったらもう半分ってやった方がやりやすいと思うので、そういった形で進めていこうと思います。そしたらここのラインを刺していこうかなと思うので、まずは1目2目3目、ここから針を出したいので、その少し先の後ろのところから針を入れて、表に出ないように布と布の間を通って123だから、ここから針を出してあげます。で糸を引っ張って、これくらい少し残した状態でまた戻って糸をかぶせていきます。で3目分かぶせたら、あとは進行方向に向かって刺していく。でここの今刺してる部分はこのちょうどさっきの縦の時と同じようにお星様のこの真ん中を貫通するところなので、普通に表裏表裏で大丈夫なんですけど、このお星様にかぶるところはさっきの縦のラインみたいに布と布の間を通ってちょっと避けておきます。で画面で伝わるかな、結構このネイビーのぼかしがはっきり色が変わるわけではないので、パッと見だとそんなに色が変わってる感じがしないんですけど、なんかそこがサリー的には夜空っぽいというか、星様がすごい星空が綺麗なところとかだとまた違うのかなと思うんですけど、その夜
昼の空の色が一色じゃないっていうのと同じように、夜の空の色もなんか全部統一された色じゃないような気がサリーはしていて、ちょっとそれをイメージしてこの糸を選んでみました。ちょっと真ん中ではなかったかも。ちょっと真ん中じゃなかったんですけど、そしたらどうしようかな。とりあえず今ここなんか3分の1ぐらいのところで刺せたので、最初こっち方向に向かって進んでいって、でここまで終わったら最後こっちに向かって進めていこうかなと思います。でここの斜めの辺の最後のところまで来たので、ここに針を入れたら、布と布の間を後ろに出さずに布と布の間を通って、で隣の段に進んでいきます。こんな感じ。そしたら今度はまたこういう方向で刺していきます。結構細かいのでどこに行かなきゃいけないのかちょっと分かりにくくなりそうなんですけど、頑張ってこの線を見失わないようにしようと思います。はい、そしたら次刺したらここの星の辺の部分にぶつかるので、布と布の間を通って、で次のところに針を出す。こんな感じで。でその次刺したらまたここにぶつかっていくので、ここは裏を通さずに、ただここは布と布の間を通って次に出す。ちょっとこれ斜めやるときが結構混乱しやすいかな。なんか自分でやっててよくわかんなくなってきちゃうので、長いこういう刺し子用の針がある方はこの長い針を使った方がいいと思います。ちょっとねやってるうちに今やってる段なんだか次の段なんだかみたいな感じでちょっと混乱してきます。これ多分今サリーは星のところを違う色で刺したいくって、避けてるから分かんなくなっちゃうっていうのもあると思うので、一色でやる方は気にせず刺せるので混乱することもないのかなと思うんですけど、ちょっとサリーと同じように2色でこの刺し子をしたい方は長めの針がおすすめです。でここもぶつかるので布と布の間を通って次から出す。はい、じゃあこれを続けていって斜めの辺を全部刺していこうと思います。はい、じゃあなんとかこっち側の斜めの線が刺せたので、次は反対こっち側の斜めの線を刺していこうと思います。でこれ糸変える時とか途中で中断する時とか、かなり自分が今どう進んでいたのかとかが分かりにくくなっちゃう。てかもう結構混乱する図案なので、サリーのおすすめとしてはここお星様の真ん中を貫通するところの辺で糸変えたりとか中断することをおすすめします。他のところだとこのお星様の斜めラインにかぶってるところをパスしなきゃいけなかったりとかして、結構そこがあると余計難しいというか分かりにくくなっちゃうので、この真ん中のところは交互に刺していくだけなので、ちょっとそこがやっぱりいいかなと思います。であとは中断する時とかまだ糸が残っていればこういう感じ、自分の進行方向こうだよっていう風に指し示した状態で中断すると
継ぎ始める時も一目でわかるので、それがおすすめかなと思います。結構ただの斜めラインだと思って甘く見てると本当に混乱してくるので、結構難しい図案かなと思います。でこのラインはここで終わりなので、布と布の間を通って隣のラインに移っていきます。でやっぱり端っこから始めるよりかは、こういうちょっと長いところから始めて、慣れてきたところで短いところに行ける方がいいのかなと思います。ちなみに今裏はこんな感じになってます。まだちょっとどんな模様が出てくるのか完全にはわからないけど、なんかここら辺雪の結晶っぽくなってきてるので、そういう模様が見れるんじゃないかなと思っています。はい、じゃあ縦と斜めの線が節のところ以外全部刺せました。どうでしょう。結構個人的にはもう結構可愛いのかなと思っています。でこのぼかしが結構いい味を出しているような気もしています。はい。でちなみに裏は今こんな感じです。ちょっとちょいちょい継ぎ足しのところの糸があるのでちょっと見づらい部分もあるんですけど、なんか雪の結晶のような感じの模様が浮かび上がってきています。じゃあついにメインかなっていうところで、このお星様を刺していきます。でお星様を刺すのは刺し子糸じゃないんですけど、この E の3852番の金の刺繍糸を使って刺していこうと思います。で刺繍糸って基本6本からなってると思うんですけど、これは12345678910本ぐらいからなってるかなと思います。このまま全部針に通してあげて、いくね。じゃあ問題なく針に糸が通ったので、このまま使っていっちゃおうと思います。で針に全部糸を通したら、さっき縦から始めたんですけど、なんかね縦から始めた方が難しかった印象があるので、最後に簡単なの刺したいかなと思います。なので、ここら辺の斜めのラインから刺していこうと思います。慣れたところから針を入れて、で進行方向と逆向き、ここから刺していこうと思うので、その反対からここから糸を出して、これも少しこう残してあげて、この3目目123目目はちょっと離れているので、ここ刺したら布と布の間を通してあげる。で次このつながってるところまでよいしょ通してあげたら、ここは普通に裏に出してあげます。連続するところは裏に出して、連続しないところは布と布の間を通るようなイメージです。でここも一回後ろに、ちょっとなんかこの刺繍糸ばらけやすいのかなのでちょっと刺しづらいかも。でこんな感じで刺せたら、またすぐ隣から出してあげて、でさっきと同じように連続してるところは裏に針を通して、連続しないちょっと離れてるところに行くときは布と布の間を通りながら斜めのラインをまず刺していって、そっちが刺せたら今度反対の斜めで、全部終わったら縦のラインを刺していきます。分かったかも。これ多分かぶせ縫いの回数は増えちゃうというか、この糸を継ぎ足す回数は増えちゃうんですけど、多分ねあんまり糸を長く持たない方がやりやすいかも、このゴールドに関しては。っていうのも刺繍糸だからか、どうしてもこんな感じでバラバラしてきちゃうんですよね。それがね結構やってるうちに
難しくなってくるというか、一本一本ちょっと独立されちゃうので、ちょっと扱いが大変になってくるんですよね。こう刺してる模様的にはそこまで問題ないんですけど、ちょっとね刺してる時の扱いが大変なので、できるだけそんな長くなく使ってあげて、で何回か糸を継ぎ足すような感じにしてあげた方がちょっと個人的にはやりやすいのかなと思います。でもねこれちょっとそういう扱いづらさはあるんですけど、見て、めちゃめちゃブルーに映えて綺麗じゃないですか。いや、これは想像以上に可愛くなりそうな予感がします。よし、じゃあ続きもどんどん刺していきます。はい、ちょっとまだまだ全然途中なんですけど、ちょっと刺し方をゴールドだけ変えてみました。最初は、こんな風に一目刺しの成功法で刺してたんですけど、それだと結構この布と布の間を渡るところがかなり長くって糸がもったいないかなと思ったので、こう斜めのところ、こうちょっと裏の模様も加味しつつ、ここの連続してるところをこう刺してあげて、で本来だったらこのラインなのでここに次来るはずなんですけど、そうじゃなくてここを刺したら布と布の間を通って、どうしようかな、ここにしようかな、ちょっと近場のお星様のところにこう列をちょっと若干無視して、もう近いところに刺していくっていう感じにしています。その方が、ちょっといろいろいかなきゃいけないので、トータル糸の消費どうなのかなっていうところがまだはっきりわかんないんですけど、なんかたくさん糸を布と布の間通すよりかは節約できるんじゃないかなと思います。ちょっとこれ刺繍糸で刺し子糸ほどたくさんないので、ちょっとそういった感じで節約しながら刺していこうと思います。でちなみに裏はこんな感じで、このアスタリスクみたいな風になってるところをまた六角形で囲むような形になっているので、なんかここミスってるけどちょっとそこら辺はたびたびミスはあるけど、そこは気にせず刺していこうかなと思います。で近すぎるとまたそれはそれでちょっとここの糸がぐちゃぐちゃっとしそうなので、少し離れたところから出して刺していく。なので向きを変えながらお星様1個刺してから次のお星様行くとかでもありなのかなと思います。よいしょ。じゃあこんな感じでゴールドで刺していきます。で何個かもうお星様出来上がってるのがあるんですけど、やっぱり糸が太めなのもあってネイビーに映えて可愛い仕上がりになってます。はい、じゃあ全部キラッキラなお星様になるようにもっともっと進めていこうと思います。はい、変わり亀甲の刺し子完成しました。見て、すっごいキラッキラです。で、今回この配色は夜の星空をイメージして刺したので、このホビーラホビーレさんのぼかしネイビーっていうちょっと暗めのネイビーで、黒っぽいのもありつつ、少し明るめの色も入りつつ、紫っぽいのも入りつつみたいな形の糸なので、いい感じに背景が夜っぽいイメージにできたんじゃないかなと思いますし、このゴールドはちょっともう糸使い切っちゃったのでお見せできないんですけど、 DMC さんのこの E の3852番の糸を使ったので、すごいね、星みたいにキラッキラに仕上がりました。ただ刺し子糸ではないので、ちょっとね、滑りが刺し子糸に比べて悪くって、ちょっとね、よく見るとたまにここら辺とか
ちょっとワシャワシャってなってるところがあったりします。なので、差し子糸でこういうキラキラなゴールドとかがあれば、そっちを使った方がいいのかなと思います。で、また、やっぱ刺繍糸なので、刺してるうちに、6本よりになってるのがどんどんばらけてきちゃうんですよね。それもちょっと刺しにくい要因の一つなのかなと思います。これ全部刺すのに、普通の一目刺しのやり方すると足りなくなっちゃうかなと思うんですけど、ちょっと普通の一目刺しの方法じゃなくって、ちょっともう近いところ刺していくみたいな感じにしてあげれば、糸が節約できるので、ほんとサリーはぴったりぐらいの感じで、これ全部刺し終わることができました。で、あとは、前回の尻尾つなぎの時は、ここの部分そんなにヨレヨレっていう感じはなかったんですけど、あと今回、この多分刺してるところがすごい中で糸をいっぱい使っているからか、こっちがすごい硬くって、柄のあるところが硬くて、こっちがよれちゃってる感じがします。なんかこの最初の十字花刺しの時ほどここがビヨンビヨンではないんですけど、これ以上にこの真ん中の部分、柄のある部分が硬いかなっていう印象です。でも可愛いからよしとする。はい。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの刺し子の動画はここに映ってるセリアさんとか、あとホビーラホビーレさんの図案も刺したりしています。興味のある方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。それではまた刺し子の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。